オーギュメンテッドシチュエーション D は渋谷を舞台に XR 技術を活用した都市回遊型の展覧会です。まずは CCBT の会場に来ていただいて、そうするとオレンジ色の大きいパンフレットを受け取ることができます。でそのパンフレットを広げていただくと、渋谷の地図とその地図に応じた AR 作品のマーカーが映っているので、その地図を頼りに現場に行って、スマートフォン越しにマーカーを立ち上げて作品を楽しむことができます。メンバーは僕あさみと、それからアーティストのゴッドスコーピオンさんと、キュレーターの吉田山さんの3名です。でそれぞれの役割としては基本的には3人とも同じような動きをしてたりするんですけども、大きく分けると僕がプロジェクト全体のディレクション、ゴスピさんがアーティストとして、あるいはアートディレクターとして、吉田山さんがキュレーターとして、という形で役割を分けてます。今回、オーギュメンテッドシチュエーション D を、考えるときに、要素が何個かあるっていうことが決定してたんで、渋谷駅周辺、かなり絞った範囲で、ごちゃごちゃしたところでやるっていうことと AR、XR っていうことを全員使うっていうこと、あとそれに合わせてフィジカルなものを提案するっていうことの中で、僕自身も今回この企画で、XR について、よく考えてみようっていうの割と初めてぐらいだったんで、だったら全員割と初心者の方がいいなっていうことと、デジタルなビジュアル表現をしている人っていうよりは、フィジカルなものづくりをしている人だったりっていうところで、建築家さんを呼んでいくっていうことを考えたり、渋谷っていう街が持ってる雑多なそのカルチャーっていうのをいろんな人たちを呼んで体現していこうかなと思って、ファッションの人に声をかけたり、音楽をやってる人に声をかけたりして、それぞれのシチュエーションが展開していく。でそれがXR でその仮説的な、極まって仮説的な表現技術でどういう風になるのかなっていうのを見てみたいっていう思いもあったんで、いろんな方に声をかけてみました。あまり絞らないようにして。展開場所の数としては、渋谷駅出てスクランブル交差点から CCBT までの距離にだいたい11カ所ぐらい設置をしていて、一部、どこでも見れますっていう、作品もあるので、講義的な意味での11カ所という感じですね。まずは作家さんがこの場所で作品を表現したいっていう形でディスカッションをして、あとは、技術的なサポートは我々の方でさせていただきました。今回の展示がその都市型展覧会っていうところで、それをより増強させるための施策としてやったのが、ガイドツアーっていう形で街を舞台にパフォーマンスをしながら歩く流れっていうのをついていくことで、その各作品のとこにたどり着くっていうような、パフォーマンスツアーっていうのを一つ実現したりしました。街の中に人がやっぱ埋もれていくっていうのが絶対ある中で、ハンドアウトっていう形で、エリア全体を示すようなガイドマップっていうのを配っていたんですが、それ自体がある種サイン計画として街の中に現れるっていうところがすごい良かったところだったなと思いました。回遊型のインターナショナルアートフェスティバルっていう名前でやっていたんで、そういうコンセプトでやっていたんで、外にその XR、AR 作品が点在してるんですけど、初めに出たところに現れるのが、グループっていう建築家たちのコレクティブと、あと羽生裕也っていう音楽家コンポーザーのユニットで作品を作っていて、それは、渋谷の各作品をつなぐ水の流れっていうのを可視化するっていうの AR 作品で、その未来の渋谷が水没していたらこうなるんじゃないかみたいな、仮説というか、実際そうなるって話ではないんですけど、渋谷が谷なんで、谷でもともとその渋谷川が
流れ込んでいて、谷の中に水が来るっていう。でそれをじゃあ調査して水を可視化させるっていうのをやっていて、でその水をたどっていくと別の建築家の作品にたどり着くようなガイダンスになっているっていう、この展覧会全てをつなぐような大きさの 3D モデルがAR で宙に浮いているっていう。建築家が4組いて、1組はニューヨークのマンハッタンに事務所がある方がやっていたんですけど、逆にその XR の面白さっていうのが、その人は完全に遠隔で物事を進めていて、でミーティングでなんか場所どうするみたいな話とかをしていて、でちょうどその渋谷の我々が準備していた時期にコンタクトっていうでっかい音楽のクラブがなくなったぐらいのタイミングで、そこの前に何かXR でビルドするの面白いんじゃないかみたいなのを言ったら、いいじゃんそれで決定みたいになっていって、でその遠くの地から渋谷のクラブのことを思ってその 3D モデルを作って、それを渋谷に配置したっていうのがあって、それ結構エピソードとしては面白かったなっていうことと、あとこの展覧会自体10日しかやってない、10日ぶっ続けでやっていたんですけど、その間にどんどんその渋谷が開発というか工事が進んで、準備してた時からその状況が変わっていくっていう。で街の方が早いというか、超仮説的なメディアである XR よりも渋谷の方が流れているっていうのが体感としてすごい面白かったっていうのが一個ありました。こだまたちというアーティストの方の作品で、それは、東京都にお住まいの小さいお子さんを集めて、声楽ですね、歌のワークショップをして、録音した音楽を作品に取り入れました。あとはそこにご参加いただいたお子さんにお好きに絵を描いていただいて、その絵が渋谷スクランブル交差点の上空に AR で出現するという作品も同時に作りました。合唱曲っていうのが著作権がほかれてる、誰でも使っていいっていう曲を、合唱で歌って、それをもとにアニメーションを作って、アニメーションがパタパタ羽ばたいているっていうのが見れるっていう作品を子どもたちと協力してもらって作ったんですけど、それを渋谷区の掲示板にチラシを巻いてもらって、それがそのアクセスポイントになるっていう。誰もそのどこにそのチラシが現れるかっていうのが、定かじゃない分、結構注意深く掲示板を見て回るっていうことが自分たちの中にも発生して、なんかその場所にもコミットするし、この渋谷区に集う子どもたちの声が再度街に戻っていく。で街に戻っていく方法が結構ランダムでどうなってるかわからないみたいなところで、いろんな形でその渋谷の中に紛れ込んでいくというか、状況を増やしていくっていうのが、結構タイトルの中に込めていたイメージと結構近かったかなというか、表していってよかったなと思いました。センター街でも、バスケットボールストリートですかね、現在では。でそこで鈴子山田事務所、建築事務所っていう、その方も建築家、日本の建築家なんですけど、通りを歩いて音を採取して、その音を全て3D データ、モデルデータとして立ち上げて、通りの建築物のファザードからその音が垂れてくるっていうか落ちてくる、雪のようなものとして形としてポタポタ落ちてくるみたいな。で音がそのままファザードになって建築をなんか彩るものとして現れるっていう作品を作ってましたね。歌っている音がなんか結構その AR を使うみたいなところで今回すごい面白かったなと思うのが、ある種AR ってメタフィジカルな形を持ってない質量がないようなものっていうふうに思われることがあると思うんですけど、
っぱこう都市型展覧会っていう中で、今回いろいろ取り組みした中で面白かったのは、例えば物自体にこうある種こう AR がこうまとった状態、それが例えばサイモン・ウィッカートっていう作家の作品だと、目の前にあるその木自体が、世界各地の空気汚染状況っていうものの API とリンクしていて、その木自体が媒介として、各都市の状況を知れるっていうような作品があったりとか、あとは環境自体、その場所自体にこうどういうふうなサイトスペシフィック性っていうのが、作家の視点から見れるのかみたいな、物を中心とした空間、環境を中心とした空間みたいなものが、そういったこう、作家がイメージするようなメタフィジカルなものっていうのが、フィジカルな空間に現れてくるっていうのがすごい面白かったとこだったんじゃないかなと思いました。今回のプロジェクトでは、アートディレクターとしてっていう部分と、作家としてっていう部分で関わりました。今回作った作品としては、無視無臭っていう VR の作品と常世閣僚っていう AR の作品を作ったんですが、渋谷をこう舞台っていうところでこう街をリサーチしていく中で、渋谷に猿楽町っていうエリアがあるんですが、そこにある猿楽塚っていう古墳があったんですね。街を歩いてこう展覧会のテーマみたいなことを考えていく中で、なんかその場所のこう由来、猿楽塚の由来っていうのが、いろんな伝説があって、例えば源頼朝がその場所で猿楽、その能の前身のものをやって、その時の道具を収めたっていう伝説があったり、猿楽能っていうこう構造の中で、世阿弥っていう能を最初にフォーマットを作った人が考えたこう無限能っていうのがあるんですけど、の前までの能っていうのはある種こう生きてる人とかっていうものしか出てこなかったのが、無限能の特徴としては、旅人がこう街というかこう旅をしていると、超常的な存在っていうのが現れて、そのこう思いの丈みたいなのをこう離してこう去っていくっていうのが大きいその無限能の構造なんですけど、なんかそれがこうどこかある種こう AR だったりとか、こう都市の中で各作品に出会っていく、各作家の視点を見ていくっていうことがある種そういった能の構造にも近いかなって思ったっていうのが、大きい展覧会のフレームとしては考えたところでした。で、民族学的なことだったりとか、ある種こう社会学的なことみたいな、例えば日本だったらこう妖怪っていっぱいいたはずだしっていうものが、多分どんどんこう時代の経過とともにある種こう科学的じゃないみたいな切り取られ方で忘れされるような、ある種こうその場所にです教訓だったり意味合いみたいなものがなんかこうどこかなくなってっちゃうんじゃないかなっていうのはやっぱりなんかこう体感としてあって、どうやってある種残したりとかその場所に留めるみたいなことができるのかなみたいなところが面白さだし、ある種それはこう土地っていうこうグラウンドがある場所だったらどこにでもある種それは多分あって、なんかそこから何をこう引き出すことができるのかだったりとか、何をこう現出させるべきなのかって思うことっていうのがすごいやっぱ面白いところなのかなと思ったりします。VR っていうところとある種こう戯曲だったりこう演劇的なアプローチの中で作っていく中で、ある種こう現象的な体験としてものみたいなものを結構作ることが多かったんですけど、それをちゃんとこう戯曲にまとめて、言葉にすることによって、で VR である種一人称で見てもらうっていうことによって、なんかここまである種こう思ってることって伝わるんだっていうのはなんかすごい今回作った個人的な学びとしてもあったところだったんですけど。そうですね、AR のこう表現の面白さみたいなのはなんかやっぱりこう、形状学的なというかメタフィジカルなこう抽象的なイメージだったり、その場所である種こう見たビジョンみたいなものっていうのを、ある種その作品としてこう固定することでフィジカルなこう関係性をそれと結べるような、体験性として経験として結べるようなことっていうのがやっぱりすごいこう面白いことだと思ってて、なんかこう都市っていうこう一個人がこう応答するにあまりにもこう巨大なものに対してある種私はこうどう思ったのかどう見えたのかっていうことを都市の中にこう置くっていうことっていうのはかなり結構強い意味と面白さがあるところかなと思ってます。
渋谷駅周辺のような、正直もう付け加えることができない余剰がないというか遊びがない空間にまた別の新しい余白を作り出せるっていう遊び場を増やすというか、そういうことが可能なんだなっていうことが分かって面白かったことと、過密都市というか、基本的に都市と呼ばれる場所でもう本当に駅とか人がもうとにかく人がいてビルが集まってアートがこれ以上参加できないんじゃないかみたいなそのフィジカルなアートがでっかい何かを建てるとか予算的にも土地的にもできないなみたいなことがそういう場所で思考がスタートすることってもないと思うんですけど、新しいそういう超仮説的メディアだったら結構スケール大きいことも考えれるし小さいことも考えれるっていうか、何かじゃあ自分がこの街に対して新しい何かを付け加えれるっていうことがなんか素直に考えれたなっていうのを思います。タイトルの新しい状況が増える、新しいシチュエーションが増えるみたいなことがイメージしてたものだったかなと思います。やっぱり場所に合わせて AR 作品を体験するっていうご経験が皆さんあんまりなくて、そこに関してはすごく驚かれてましたし、可能性を感じていただける声が非常に多かったです。See, see, 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 see.